Welcome to the Tokyo Auto Salon 2024. Here is the Air Force Suspension Booth. さあ、今年もやってまいりました東京オートサロン2024。イエーイ。こちらはエアフォースサスペンションブースです。今回は40アルファード、40ベルファイア、ホンダ NSX、マツダ RX7 の4台を展示しています。そしてキャンピングカーなどのリア荷重による突き上げを解消する新製品エアサポキットも展示しています。まずは各デモカーを紹介してもらいましょう。この車はマツダの RX7、1994年の車です。山形でパワーサウンド M というショップをやっています。もともとはカーオーディオ屋さんから始まり、お客さんの要望があり、足回り、ホイール、ボディカスタム、スーパーカスタムをした状態がこの RX7 になります。フロントのタイヤサイズですが、ホイールは 10.5J、10.5J あるんですけども、ビッグキャリッパーを逃がすためにワイドトレッドスペーサーやメーガンレーシングさんのアームをバリバリカスタムしてキャンバー13度っていう角度で、それの出した分ブリスターフェンダーがここのラインで4センチ出して4センチ出した他にオーバーフェンダーで約6センチぐらいですか。ホイールの形状が全部見えるようにアーチ上げっていうのをやってピタッと合うようにエアフォースさんのエアサスを使わせていただいてきれいに収めるように作ってあります。リアのホイールは 12J。 この車を作るにあたってこのホイールを履かせてくださいっていうオーダーでした。 12J に RX7 には絶対履けないっていう話をして、じゃあどうやろうかっていう相談で 12J を一回あてがってどういうスタイルでっていうのでこのフェンダーの作りになりました。フェンダーがここのラインで9センチブリスターフェンダー切って出してあります。その他にこのオーバーフェンダーで9センチまたさらに出してあります。片側が18センチ、通常の RX7 よりもボディ大きい車になります。でフェンダーのアーチも、リアはみんなかぶりがちなんですが、ちゃんとリムまで見えるようにエアフォスさんのエアで落とした時にダンとここに乗っかるように作りました。キャンバー角もリアの13度に対してフロントも合わせたんですが、13度つけるためにメーガンレーシングさんのアーム調整ボルトを延長したりだったりとか、ドライブシャフトも RX7 は届かなくなってしまうんで他の車種のドライブシャフトを利用して作ってあります。 OZ レーシングのこのホイールが好きなオーナーさんで、でもこの車を作るためにこのリムリバレルスで組み替えてもらったホイールになります。右側が OZ レーシングのフツーラっていうホイールを履いてるんですが、左側は OZ レーシングの MAE っていうホイールを履いてます。内装ですがプリットのシートを乗せたり、ダッシュボードの生地、この辺のステアリングの周り、ルーフをプリットの生地3種類を使って貼ってあります。オーディオが派手に見えるオーディオなのですが、フロントスピーカーに対してのサブウーハーっていうこのアクリルでギラギラに見えてる部分はサブウーハーのボックス、箱になってます。ウーハーボックスの中が映像が動いてれば面白いかなと思ってモニターを仕込みました。この RX7 最終段階でこんな感じに仕上がってます。この状態で今からどんどんイベントに出ていく車だと思うので、ぜひ皆さん見てください。M コンフィデンスです。今回は2023年の40ベルファイアを持ってきました。今回カスタムポイントはですね、全体的にブラックアウトをしていて、もうレンズ類からエアロも全部すべてブラックで、あとガラスなども全部ブラックにしております。フロントリップとサイドとリアをエアロをつけていた、あとルーフスポイラーも今回新しいレクソンさんのスポイラーをつけさせてもらってます。
ホイールはですね、今回ワークさんの新作の G ストの TSX のカットディスクのトランスグレーでフィニッシュしているものになります。でサイズが21の 10J で入っています。でタイヤが東洋さんの LU2 で255の3521を入れています。でサスペンションはエアフォースさんのスーパーパフォーマンスでダイヤモンドキットで入っています。ホイールはフロントと一緒のサイズのままで21インチで入っております。加工部分というのは特になく、無加工で同じサイズを入れていて J ラインさんのキャンバーボルトのみで入れています。一応今回はここまで全て一気にやってしまったので、今後は細かい部分はこれからやらさせていただいて、いつでもうちの方のお店の方にデモカーとして置いてありますので、ぜひ見に来てください。お願いします。こんにちは、クールレーシングの桑原です。今回ご紹介するのは令和4年式の新型アルファードになります。特徴としてはクールの新車コンプリートの内容をベースに作らせていただいております。装着しているエアロパーツやホイール等をご紹介したいと思います。そしたらですね、前の方からご紹介させていただきます。まず上からですね、こちらボンネットの先端についているボンネットスポイラーですね。こちら全長を伸ばした上に下方にも下げているので、ヘッドライトにもかぶせて南側に作らせてもらっております。アルファードの印象をだいぶ変えることができますので、非常におすすめのアイテムとなります。下に行きまして、こちらがフォグランプガーニッシュになります。通常のフォグランプに凹凸をつけることによって立体感を強調するパーツになります。さらにその下がフロントディフューザーです。バンパー下部からボルトオンでつけるだけの簡単取り付けで、ダウン量も 15mm ほどになっておりますので、ローダウンした車にも最適なサイズ感となっております。横がサイドディフューザー1本物のものになってます。これも純正の下部から到着になっておりますね。ドアを開けても残るタイプとなっておりますね。このようにプレスライン等を作っておりますので、立体感も強調できるアイテムとなっています。で最後、後ろ回りですね。リアに関してはこちらリアディフューザーの装着になります。こちらも純正マフラーの排気を逃がしながらも下部につけることによる簡単取り付けになっています。さらにオプション設定としてこちらのリアのフィン、こちらは今回3本を取り付けさせていただいてますが、なしもしくは2本から4本お客様の好みによって付けすることができますので、好みの仕様でいろいろな変化を楽しんでいただくことができるアイテムとなります。今回こちらのデモカーに装着しているのはまずホイールですが、ベルズホイールの KCV03、こちらクールから出しているオリジナルブランドになります。立体的なコンケーブを強調としながらもしっかりとリムを取れるというものであります。サイズはですね21インチの 9J を前後投資サイズで入れさせていただいてます。タイヤはファルケンさんの FK520 2453521インチを入れています。リアホイールもフロント同様ベルズの KCB03 21インチの 9J 前後投資サイズで入れています。タイヤもファルケンさんの FK520 2453521を入れております。足回りにつきましてはエアフォースさんのスーパーパフォーマンスダイヤモンドキットを入れさせていただいて、着地手前のローダウンすることができます。非常に乗り心地も良い、クールでもすごい人気のアイテムとなっております。こちらのデモカーはクール各店舗に展示がございます。気になる方いらっしゃいましたらクール各店舗の方にお問い合わせください。またこちらと同じ仕様の新車コンプリートカーの販売も予約受付中ですので、こちらもぜひお求めいただけたらと思います。今日はありがとうございました。いかがでしたか？どれもめちゃめちゃ決まってましたよね。そして進化を続けるエアフォースは今回も新製品を発表しちゃいました。それがこちら、エアサポキットです。今回エアフォースから軽キャンピングカーハイエースハイラックス用のエアサポキットを新発売しました。このエアサポキットはリア荷重による突き上げを解消します。今キャンピングカーやキッチンカーが流行っていますよね。そういったお車はリアを改造するのでリアが重くなりすぎ、突き上げがひどい、後ろが振られてハンドルを取られるということが起きます。そういった車にこのエアサポキットを装着するとリアが持ち上がりお悩みが改善します。今回エアフォースから軽キャンピングカーハイエースハイラックス用のエアサポキットを新発売しました。リアの突き上げに悩まされている方はぜひチェックしてみてください。今回もたくさんのブースにエアフォースを装着いただきました。エアフォース装着者はこちら、クールレーシングの片岡です。今年もよろしくお願いします。ということで今年2024の東京オートサロンクールブースはエレガントゴールドカラーで統一をしましたということで、そして前代エアホースさんのエアサスペンションを装着させていただいておりますということで、ペッタペタに落としてますからね。じゃあちょっと1台ずつ時間の許す限りご紹介していきたいと思うんですけど、
まずね、今年のメインカーはこの R35GTR 2024年モデルワイドボディと、バンパーからフェンダーワイドにしてるんですけど、今年のテーマはもうとにかくレーシーでいかつくインパクトのある車にしたいということで、こういうふうに大きめのカナードボックスタイプのものを下につけて迫力を出しますと。それからエアホースさんのエアサスペンションでもう着地です。はい、もっと落ちます実は。でもエアロが壊れるんで1ミリ2ミリだけクリアランスを残しているという感じですね。でホイールもね今回新作で単造の2ピースで新旧融合っていうね、新しいものと古いものを組み合わせていいものを生み出そうっていうテーマもあるんで、オーソドックスな伝統的なメッシュデザインなんですけど、ちょっと今っぽいね折れ線コンケーブを入れてリムをこう深く取れるという形になるんで、片側 30mm のワイドなんですけど 12J のマイナス49、21インチが綺麗にはがき1枚で収まるという感じになってますね。そしてねリアも気合入ってますから、リアもこのウイングから新作で、そしてセンターに4本出しのマフラー、そして24モデルのバックホグ入れて超絶立体感みたいな、もうこういう感じのクールらしいですねエアロになってますというのがまず1台目ですね。それからこれがプリウスなんですけど6本出しです。はい、マフラーがね。でこれ綺麗に6本ともちゃんと排気をしますんで、これから試験を受けます。で試験受かったら、市販化していくという形になりますんでね。そして今回もエアホースさんのエアサスで全部ダウンしてるんですけど、このホイールも新作でポキッとこう折れたとんでもない深いコンケーブのホイールワンピースですね。これも単造なんですけど、これを入れてプリウスのワイドに組み合わせてるって感じなんで、足回りサスペンションとホイールのインパクトはかなりあるんじゃないのかなという感じですね。そしてサイドステップがこうビュッと跳ね上がって、フロントフェンダーもワイドで、フロントマスクは割とシンプルにおとなしく抑えて、そして横に行っておーっと思いながらリアに行くとやべえみたいな、すげえみたいな、そういうインパクトを狙った車という感じですね。はい。そしてあとアルベルをぜひ紹介させてもらいたいんですけど、やっぱりクールの中で一番売れてる車はアルファードベルファイになるんですけどね、今回40に変わりましたけど、もう早速カラーチェンジ、エレガントゴールドにカラーチェンジしてアルファードとベルファイの2台並べてます。でサスペンションはエアホースさんのスーパーパフォーマンスダイヤモンドキット2台とも入れてめちゃめちゃ落ちます。普通に何も加工することなくですね。はい。そしてホイールは21インチ、こちらも単造の2ピースですね。でエアロはこのまずボンネットのトップですね、これがロングノーズしてます。それからアルファードはこのホグカバーでこう立体感を出して、そしてベルファイアの方はグリルを変えてマークレス化していかつくと。そしてアンダーのディフューザーがこうそれぞれついてますと。そしてサイド一体型の 15mm 薄型のディフューザーが来て、リアはもう攻撃的なデザインのアンダーフィンですね。こちらの薄型のフィンを、これなしバージョンもありますし、2枚3枚4枚と選べるようになってるんで、今回は3枚フィンを選んでるんですけど、こういうちょっと攻撃的なリアビューになりますという感じですね。それとこれだけちょっとプロモーションを、これ実はメキ調のドアハンドルなんですけど、これアイシンさんとのコラボ企画で生まれた商品になってまして、アイシンさん製のドアハンドルにアイシンさんの特殊塗装技術でこういうカッパー調のね金属調のドアハンドルがあります。あるいはこっちはブラッククローム系みたいな感じで、これはドアハンドルごと、販売をこれからしていきたいなと思ってますんで、この辺りもポイントとなってますね。これが今年2024のクールのメインブースの全容ですね。2024年オートサロン、今日は特別な車をご紹介します。フェラーリの355です。オーナーは坂本さんです。坂本です。エアロをつけて車高を下げたいということで、エアサスだったらエアホースと思ってエアホースジャパンのね社長に相談をして、なんとかここまでかっこつけられました。とにかく情熱がすごいんで、この車のちょっと説明してもらいます。まず外装なんですけども、
外装はリバティさんのオーバーフェンダーをちょっと改造しましてさらにワイドにしてしまいました。ホイールは、うちで衣装登録した04という4本スポークの逆反りコンケープのホイールになってます。昨日ねギリギリでもう穴のピッチも違って会場でドリル持ってきて開けてやっと取り付けたような感じなんですけど、これからまだまだ改良点があると思うんですけども、エアサスもバチッと決まって絶妙な車高をキープできるようなフィットでもう最高です。ありがとうございます。あとはシートなんですけど、ブリットさんからのローバックのシート、純正を外してこれも水上自動車さんで一生懸命つけてくれたシートなんで感謝の意を表したいなと思います。ありがとうございました。いかがでしたか？進化を続けるエアフォースサスペンション東京オートサロン2024でした。